型紙と製図って違うんかな。これが5センチないとか全然ない。製図と型紙は違うんだ。感じまして、クラフト探索です。今回はデアゴスティーニさんの刺繍で楽しむスヌーピー&フレンズのサコッシュを作っていきたいと思います。41号から全4回の41、42、43、44でサコッシュが完成しますので、こちらに挑戦していきたいと思います。順次3枚開けてみよう。できるかな。久しぶりの小物だな。刺繍で楽しむスヌーピー&フレンズの動画は再生リストからご覧になれますので、そちらもぜひ見てみてください。かわいい。クラフト探索のチャンネルではゴロゴロしてるデアゴスティーニさんやアシェットさんの週刊パートワークものを最新情報をお届けしています。チャンネル登録、いいね、評価よろしくお願いします。それでは早速作っていきます。頑張っていきます。はい、まずサコッシュ第1回目ということで入ってたのがこちらのキャンバス生地の結構分厚いキャンバス生地にスヌーピーの絵柄がプリントされた A4 用紙ぐらいかな、いや正方形かな、1枚の布です。黒2本取りでリュックから作っていきます。アウトラインステッチ。はい、ここまで進みました。だいぶできてきました。で、ここのリュックのボタン、フレンチナッツステッチって書いてあるんですけど、なんか調べたらムーミンキルトでいうフレンチノットステッチで、フレンチノットステッチとフレンチナッツステッチどう違うのと思ったら、調べたら同じ意味で、なんかフランス語で書いた英語の読み方の違いっていうだけで、同じステッチみたいですね。なんかできたんかできてないかよくわからんけど、キャッチ&リリースでできました。あとはここランダムステッチ、口、ここサテンステッチ、ここバックステッチ、ストレートステッチ、それからこの影をサテンステッチしたら完成です。楽しい。はい、かわいいスヌーピーができました。リュック背負ってどこ行くんでしょうか。これでやっぱりランダムストレートステッチが難しかったけどうまくいったんじゃないでしょうか。で、これがフレンチナッツステッチで、このね足がここはストレートなのにこっちがバックステッチで、ちょっとどっちもストレートステッチで縫いました。じゃあこれをカバンにしていきます。41号はこれで終わりです。続いて42号いきます。はい、42号を作っていきます。今回はこのキャンバス生地の41号と同じ色の生地とグレーの、これキャンバス生地なんだけどちょっとだけ薄っぺらい生地と刺繍糸グレー DMC04、それから D カンと呼ばれるものが2つ入ってました。まず布をこうやって引っ張ってみて、伸びないのが縦で伸びやすいのが横なので、この方向で使います。ここに輪って書いてあって、輪を中心になるように左右対称に型紙を写し、型紙はこのクリアファイルを使います。縫い代1センチつけて立つって書いてあるけん、上1センチ残して、ここでいいかな。で、ここ合わせて、最初に合わせよう。こことここでまずは線引きます。
から1センチ。これで切ったらいいかな。間違えてもクリアファイルなんで。あ、ちゃんとまっすぐせんと。クリアファイルってくっつくんだよね。こっちはどうやって書いたらいいんだ。伸ばすか。はい、できました。この2枚のキャンバスの生地をこの型紙に合わせて切ります。スヌーピーのこの文字のちょっと上らへんに置きます。2枚切りました。なんかね、キャンバスの粉がすごい出てる。よく考えたらこっちは別に書かんでもよかったかなと思いました。グレーも同じようにここで取りました。でこのループもちょっと半分に切っちゃったんだけど、ここで取りました。ついてる針じゃないわ。うん、いいんじゃない。あ、いいでしょ。ミシン糸だもんね。書いちゃった。うん。なんか手縫い糸がなかったらここにミシン糸でも構いません。手縫い糸一本で。ここに書いてある。じゃあいいんじゃない？んこのまま書いて。うん。そのままいこう。スヌーピーの横がこれでいろいろ手書きらしいのが出たわけだね。え？手書きらしいのが出たわけだ。あ、それでね、そうそう。これは裏表はないかね。あー、情け。まあでもなんか折り目的にわからんな。スヌーピーがこっち側だけうん、なんか合わせる。だろうなっていうのはあるよ。このグレーも別に表裏書いてないよね。グレーはなんか色には違うとかいうしじゃないの。一緒じゃない。先に1個テストで作ってとかしようか。普通のティッシュあるの？ある。それはね、あるんですよ。あっちの部屋にある部屋が。こっち？うん、そっちの部屋にある。この真裏の上の右上のとこにある本棚の。うん、そう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 。ディフューザー。はい、表布下2つとループ用ができました。これを表とこの裏をこうやって合わせて、でここに文字があるけん、この上を抜いたいのでチャコペンで印つけます。でも1センチだよね、一応。で、そう、消える方だった。ここが1センチ。あ、いける。はい、待ち針しました。じゃあここから1センチで縫っていきます。せーの、最初返し縫い。あれ？
あ、電源入れてなかったわ。あー、ライトついた。いきます。あー飛んでったわ。あ、待って、もうこれも取ろう。あ、待って、邪魔だ。お、ちょうどよかった。英語が隠れました。これ重ねるときにこっちが広くなるようにこうやって重ねます。はい、2つできました。ミシン早い。はい、ここから2ミリのところに2本取りでランニングステッチしていきます。硬いな。お、あれ、いきなり、あ、できてた。このキャンバス生地が3枚重なるけん結構硬い。買った。キャンバス生地が硬くて左手がつりそうだったんですけど、こうやって机の端っこでやると左手が楽ちんで出すのも楽です。ちょっと変なとこ出た？いいか。はい、2枚できたらこれを裏返しにしてぐるり1センチを縫います。はい、周り1センチ引いたら中表で合わせて待ち針で留めます。ちょっとこの辺は広がるように縫います。こんな感じ。こっちもこんな感じ。こんぐらい縫えるかな。いた、フリーハンドなんだけど。はい、ミシンで縫います。返し縫いでもう一回同じところを縫って一回押さえ上げて、あ、間違えた。刺したまんま押さえを上げてちょっとまっすぐにして
できました。はい、こんな感じで縫いました。そしたら中から手を入れてこれを開く。こう開く。ここで貫通させて待ち針。ここを縫います。3センチ縫うので3センチになるところを探すかな。ちょうど待ち針が邪魔だ。ここだね。ここを縫います。左右対称になってんのかなこれ。できた。はい、両方できました。はい、これを表に返します。おー、すごい。町ってこうやって作るんだ。できてる。お、紐がやばい。見えてる。返し縫いした方がいいねこれ。うわー、カバンっぽくなった。これではい、次にこの正方形っぽい布を最初半分に折って、でこの半分の線を目安にこう折ってこう折ってアイロンしました。でこの D カンを通して半分に折ります。この状態で縫い付けます。これさ、こうやって半分に折ってこうしてここが 1.4 センチと 0.8 センチって書いてあって、 1.4 センチ取った後もなんか結構余ってんだけど、こう半分に折った時点でもうさ 1.6 とか7とかしかないけん、こんな全然ちっちゃいんだけど、これが実物大ではないね。なんかこれちっちゃい。縦横は合ってるよね。合ってるよね。もしかしてこれって型紙じゃない？型紙と製図って違うんかな？え？これが5センチないとか？全然ない。3.4 センチ、3.5 センチしかない。そういうこと？製図と型紙は違うんだ。ガーン。一応さ、さっき試し縫いしちゃった。これいけるかな？いや、取れるかなこれ。5センチずつ。いや、取れそう。5センチ、4センチ、ギリいける。
ちょっと平らなとこでやれって感じ。なんかいいかな。取れた。よかった。もう取れないよ。ちょっとでかい。切ってから答え合わせ。よし、完璧。いやー、全然違った。これめっちゃちっちゃいもん、ほら。製図とさ、型紙って違うんだね。よく見ないと間違えちゃう。はい、じゃあこれを半分に折って、さらにこう観音開き。こうだね。それでこう。わあ、この大きさか。これでここにくっつけます。うわ、蓋開いてた。もう一個の D 缶がなくなっちゃった。さっきあったよね。あれ、まあ出てくるかな。そしたらここが 0.6 出す。ここら辺かな。で 1.4 ここをミシンで縫います。でここ上から 0.8。厳しいか、ミシンは。何でもミシンでやろうとする。いや、厳しい。できる？ちょっとミシンではできませんでした。とりあえずこの厚みいけるか？ほこうして、これって見えちゃう部分かな。並縫いだけどちょっと一旦バックスしようかな。これで進みます。買ったー。これってここって開いた方がいいんかな。開くか。開いて止めようかな。痛い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 。あー、こっちの針の後ろがさ、ここに刺さるとは。いいよ。あ、結局こっち刺さっちゃった。これでいいかな。3回しか止めてないんだけど、もう2回ぐらい止めとこうかな。はい、こんな感じです。あー、出過ぎかな。ちょっと出過ぎたかも。で反対側のこっちにもつけます。その前に D 缶を探さなければ。あった、見つけました。本の間に挟まってた。はい、これもここにつけます。はい、それではスヌーピー&フレンズの刺繍41号と42号でサコッシュが半分
完成しました。ちょっとここのねミシン糸が怪しかったので、後から結局手縫い糸でこの辺ちょっと縫いました。ちょっと縫いすぎてここが長くなっちゃったんだけど、はい。ちょっとミシンこれなんとかしたいね。それからこのループのグレーなんですけど、製図と型紙の書き方で騙されましたね。製図は自分で測って作るっていうことなんですね。初めて知りました。型紙かと思って写したらめっちゃちっちゃかった。はい。では続きは43号と44号で内布と肩紐を作って完成させたいと思います。今後スヌーピー刺繍はできるだけ小物を作っていきたいと思いますので、ぜひ参考にしてください。そして秋のタペストリーは41号がマーブルスとクッキーでした。そして42号がスヌーピーと音符でした。ちなみに43号と44号はすでに縫っちゃってますが、また次回のサコッシュの続きと一緒に紹介したいと思います。初期の頃に比べたら結構だいぶ上達したんじゃないでしょうか。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございました。スヌーピー&フレンズの刺繍は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。そしてクラフト探索ではデアゴスティーニさんやアシェットさんのメルヘン系を中心に作っています。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。クラフト探索でした。だんだんまた見てね。